7000以上の島からなる海に囲まれた国フィリピン。中でもセブ島は世界有数のリゾートアイランドとして知られています。こんにちは、ダイヤル11のちえです。当チャンネルでもこれまでフィリピンの田舎町の様々なリゾートをご紹介してきました。でも今回は都会のセブならでは超大規模なスタイリッシュリゾートを紹介します。セブ島と一口に言っても島全体はかなり大きく、実はリゾートが最も集結しているのはすぐ隣のマクタン島になります。マクタン島にはマクタン国際空港が立地しているので、空港からリゾートへのアクセスは抜群。セブシティからもマクタンマンダウェ橋またはマルセロ・フェルナン橋を渡ってアクセスできます。ちなみに現在3本目の橋となるセブコルドバ橋、通称 CCLEX が建設中。2022年に完成予定で、セブマクタン間の移動がさらに便利になりそうですね。というわけで私もタクシーに乗っていざマクタン島へ。今渡っているのはマルセロ・フェルナン橋です。ちなみにタクシーは配車アプリグラブで簡単に手配できました。出発から約1時間、目的地に到着。こちらが今回宿泊するリゾート、タンブリシーサイドリゾート&スパです。こちら2019年11月オープンの比較的新しいリゾート。大理石の床と白い天井と柱、そしてモダンなインテリア。丸い天窓からは自然光がたっぷり差し込んでいます。そしてまるで木と一体化しているような構造。緑がふんだんに取り入れられていて、とても清涼感のある空間です。なんと富の象徴コイまでいますよ。さすがセブのビーチリゾート。ロビーですでにスタイリッシュさに圧倒されている私です。それでは早速今回宿泊するお部屋に案内してもらいます。これは巨大リゾートあるある送迎カートじゃないですか。宿泊棟が複数あるみたいですね。本当に広い敷地です。着きました。こちらが今回宿泊するお部屋、デラックススタジオルームです。お気づきでしょうか皆さん、こちら住宅として利用可能なコンドミニアムタイプの部屋なんです。入ってすぐのキッチンには冷蔵庫と電子レンジ、シンクと食器、そして IH クッキングヒーター。左側がバスルーム、なんと洗濯機も備え付けです。洗面台に歯ブラシと石鹸のアメニティ、その隣がシャワーブース。シャンプーとコンディショナーが別で用意されているのが嬉しいですね。超強力。今までフィリピンで体験した中でダントツの強さです。お見事。キッチンの奥にダイニングテーブル、無料のお水とコーヒーもあります。レストランのお料理をルームサービスもできるみたいですね。ダブルサイズのベッドの向かいには壁掛けのテレビ、そしてクーラー、そして一番奥のドアの先がオーシャンビューバルコニー。これは気持ちいいですね。下を見てみると本館のプールとは別にコンドミニアムエリアにもプールが。デイユースの人たちで混み合うことなく思う存分泳げそうですね。こっちにはスポーツコートも見えます。そして逆側では現在も建物を増築中みたいですね。実はこちらのリゾート、コンドミニアムの部屋を実際に分譲もしているようです。フィリピンの不動産ポータルサイトラムディで見てみると、36平方メートルのスタジオタイプ450万ペソ1000万円強、95.3 平方メートルの2ベッドルーム1429万5000ペソ約3240万円などの価格が出てきました。
現在も分譲中かはちょっと分かりませんが、コロナが明けたらレジデンシャルリゾートとしても人気を博すかもしれません。続いてはセブリゾートの代名詞ともいえるプールとプライベートビーチを紹介します。本館のロビーを進んだ先にあるのがこちらのメインプール。これまでもプール付きリゾートをいくつか紹介してきましたが、大きさはこちらがダントツ。プールサイドには南国植物が生き生きと生い茂っていて、チルに最適なベンチがたくさん。底のタイルが深さに応じて青のグラデーションになっていて、浅瀬から少しずつ深くなっていく海の色を再現しているんですね。もうずっとここでプカプカしてたいです。メインプールの横にも別のプールが。本当に広いですね。ウォータースライダーもありました。コロナ禍の現在は週末のみ運営しているようです。プールサイドバーというよりはもはやバーインザプール。おしゃれですね。そしてプールエリアを抜けた先に見えました、プライベートビーチです。プールと比べると小規模ではありますが、その分プライベート感があって落ち着きのあるビーチですね。浅瀬の透明度もバッチリ。もう少し先まで行けばシュノーケルも楽しめそうです。そしてパラサラのホワイトサンド。私が普段いるネグロス島は火山灰に覆われている関係で、こういうホワイトサンドはかなり珍しいんですよね。パラソルの下に寝っ転がりながらのんびり海を眺めるのも最高です。続いては夕食のご紹介です。こちらのリゾートには3つのレストランがありますが、今回はその中から本館のカフェオハスで夕食をいただきます。室内もとっても素敵なんですが、雰囲気抜群のプールサイドテラスでいただくことにしました。メニューがたくさんあって迷っちゃいますね。とりあえずオーダーしたのはおなじみのマンゴーシェイク。マーメイドシェイプのおしゃれなグラスです。そしてお料理はマヒマヒのグリルをオーダー。マヒマヒとはいわゆるシイラで、フィリピンでもポピュラーな食用魚です。成魚になると体長2メートル、40キロ近くまで成長するんだとか。香ばしく焼き上がっていて美味しいですね。こういう淡白な味の白身魚が時々無性に食べたくなります。そしてデザートはクレームブリュレ。パリパリのカラメルの下に濃厚なカスタードプリン。最高。ちなみに今回の宿泊プランは簡単な朝食が含まれていて、朝食もこちらのレストランでいただきます。日中のレストランもガラス窓から光がたっぷり差し込んで、とても清々しい雰囲気ですよ。それでは今回宿泊したこちらのリゾート、2人で泊まれるデラックススタジオルーム朝食付きの1泊料金はおいくらだと思いますか？正解は13,070円でした。モダンで落ち着きのあるレジデンシャルタイプのリゾート、セブ島滞在の候補にいかがですか？田舎から初めてセブにやってきた私がリゾートと同じくらい楽しみにしていたもの、それは食べ歩き。ここで私が滞在中に感動したセブグルメ厳選7点を紹介させていただきます。長い海外滞在で日本食に飢えているため、日本食が多めになっていることをお許しください。それではスタート。